はい、皆様こんにちは、みえちゃんです。ここのとこね、しばらく風さんの話題が続きましたのでね、今日はね、風花のように第3回目ということで、またね、精神世界のお話を少ししていこうと思っています。ここのとこだいぶ寒いですけど、お元気ですか？こちらはね、昨日も雪が少し降りましてね、私のいるところはあんまり積もらないんですけれどもね、一昨日だったかな、さらさらとね、粉雪が一時吹雪いていましてね、かと思ったらパーッと晴れてね、そういう時は風花が舞うんですよ。うん。文字通り私はね、その中をふらふらと風花のように漂って歩いてましたけどね。雪の中歩くの好きなんですよ。寒いって言ってもね、家の中はね、ご覧の通りこんな緑もあってね、これ三つ葉なんですけど、食べた後ね、こうやって水につけておけばね、またこんな生えてくるんですよ。で後で収穫してね、お吸い物なんかにね、使えますしね。はい。貧乏丸出しってことですみません。はい。今日はねタイトルのようにね、神様についてお話ししようと思ってるんですけれども、皆さん一度でもね、神様っているのかななんてね、考えたことない人はいらっしゃらないと思いますけど、どうでしょうかね。動画の最後ではね、実際に神様に出会った人たちがね、国も時代も違う2人の人たちなんですけど、どんな体験をしたのかね、神と出会うとはどんな感じなのかをね、ご紹介しますので、どうぞお楽しみにね、最後までご覧くださいね。でね、ここで私が言ってる神様っていうのは、いわゆるね、宗教画に出てくるようなね、神様ね、人を裁いたりね、罰したりね、こうしろああしろという怖そうなね、ひげのおじいさんみたいな、そういう神様とは違うんですね。で、あとそうね、八百万の神っていうの、学問の神様とかね、何々のって名前がついた神様ね、そういうのとも違うんですね。あともちろんお賽銭欲しがるね、神社の神様でもないんですね。そういう神様っていうのはもう全てね、言ってしまえば人間が作り出したものなんですね。人間のね、恐怖心から生まれたんですよ。で人類はね、もういつ頃からかわからないんだけども、この仏教で言えばね、生老病死って言いますけどね、苦しみでね、いっぱいの人生を送るようになってしまったと。飢えやね、病気や戦争やね、もういろんな揉め事だとか悩みだとかね、労働者の人ならもう働き詰めに働いてね、結局はもう病気になっちゃうとか、で楽しみって言えばほんのたまにあるだけでね、そういう苦しみから救いを求めたりね、子どもたちが安全に育つようにとかね、作物が無事に実るようにとか、そういうことに対して救ってくれるものとして神様を創造したんですね。お賽銭なんかはね、昔はなかったんですよ。無事にね、農作物が取れたらね、それを奉納してたんですね。だからいつから神社がね、ウォールストリートになったんだかねあの大正時代頃まではね、着物の端切れをこう継ぎはぎしてね、合菜袋っていうのがあったんですね。でそこにお米を詰め込んだりしてね、お供えしてたりしたらしいんですね。お寺もね、なんかそんな風になってきちゃって、いろいろね、管理もあるしね、人件費もかかるんでしょうね。お賽銭のなかった頃はね、ああいうとこにも何かがね、確かにいたとは思いますよ。うん。それでもね、こういう神様でもね、信仰してるうちはまだマシなんですよ。近代になっても宗教っていうものが忘れ去られちゃってね、物質中心の世の中になってしまってからね、おかしくなってしまったんですね。
心の拠り所っていうのがなくなっちゃったんですね。今は拠り所がねお金になってしまったからね。ですからね、私はこういった一般的な神様はいないと思ってるんですよ。けれどもね、無神論者ではないですよ。いわゆる人間が作った神様ではないけれども、そういうもの全てを超えたって言いますかね、全てを含んだって言いますかね、人知を超えた人間や全てのものの源としての存在はあると思ってるんですね。それはもう計り知れないものでね、人間はもう決して知ることはできないんですよ。それは例えばね、アリさんがね、オリオン座を知るようなものですね。到底わからないものですね。けれどもね、感じることはできるんですね。アリさんがね、太陽の光を感じるようにね、雨を感じるように。でね、実は私幼い頃それを感じてたんですね。そんな人いませんかね。いらしたらね、教えてくださいね。川のそばに住んでたのでね、昔はね、今のようにコンクリートで固めてませんからね。土手とか原っぱがずっとあってね、でそこでもう転げ回って遊んでたような時とかね、あと道端の花をねじーっと見てた時とかね、そんな時にね、そんな果てしない存在を感じてたんですね。なんかエネルギーがこういっぱい入ってね、嬉しさが爆発するような感覚ですね。それでね、ここにねこういう本があるんですけれども、見えるかな、アメリカのねバーナデット・ロバーツさんっていうね、元カトリックの修道女さんだった方の本なんですけれども、この方はね、クリスチャンでありながらね、仏教でいうところの無我を体験した方なんですね。でつまりね、自分というものが幻想で、全てがね一つであったと分かったっていうことですね。手っ取り早く言えば悟ったっていうことですね。でこの人のね無我の体験はね、すごくちょっと私のと似てるところがあるんですね。なのでね、自分の体験が誰にもね理解してもらえなかった時に、ちょっと孤独だった時、すごくこの本がね支えになったんですね。だからね、もし今同じ思いの方がいらしたら、この本は本当おすすめです。でね、この計り知れないものは何なのかっていうことなんですけれども、ある種のね巨大なエネルギーなんですよ。それを私は勝手に自分の神様って言ってるんですけどね。でそこに出てくるのがですよ、私の好きなクリシュナムルティなんですね。で最近ね、次第に彼もね海外で特に注目を集めてきてるんですね。やっと時代が受け入れてくれ始めたっていうとこですかね。80年代に We Are the World っていうね歌ありましたよね。アフリカ支援かなんかでね、あれの元になったのがクリシュナムルティだと思うんですよ。クリシュナムルティはね、70年代かな、スタンフォード大学でね、みんなにね You are the world って言ったんですよ。あなたが世界だと。つまりワンネスですね。で私はね、彼の教えね、宗教ではないけれども、彼の考えをね勉強することはね、もう間違いなく地球を救うと思ってるんですよ。でね、彼はねどんな宗教もね否定してたんですけれども、だからね無神論者だと思ってる人もいるんですけれどもね、全く正反対でね、彼ほどね神に会ってた人いないんですね。ここに一冊ありますけれどもね。でね、でももちろん普通の意味での神は否定してるんですよ。でね、彼の本を読むとね、ものすごく生々しくその体験が書いてあるんですね。でこの本の中にもありましてね、もう日常的にもう神体験してるんですけれども、
彼はねその体験をみんなにもしてもらいたくって、そのために講話とかね講演っていう形でそれに一生捧げたんですね。だけどね当時はほとんど彼を理解する人いなかったんですよ。なぜならね彼の言ってることはまあね少なくても全ては一つっていうことを理解してないと何言ってるかねちょっと自我にとらわれてわからないんですね。逆に言うと一つということがまあ分かってくるとスルスルと彼の言ってること全て分かってくるんですね。だけどねクリシュナムルティはね遠回しなんですけれどもねそこへ行き着く道は教えてるんですよ。その道は何かっていうと自我に気づいていって自我をなくしていくってことなんですね。つまりね思考を消して頭の中空っぽになればね自我が抜けますが、その時にそれがね神様が向こうからやってくるって言ってるんです。そしてねその体験をしなければ人生には何の意味もないって言ってるんですよ。まあね現代人はねもう頭がね思考や知識でもういっぱいなんですよ。もうテレビからもね情報入ってくるしねもう飽和状態ね。でその分ね昔より苦しみが多くなってんですよ。精神的に疲れてしまってだから精神科とかね心療内科にかかってる方そこら辺にいらっしゃるでしょ。もうそういう方の方がむしろ私まともかもしれないと思ってるんですね。それほど今狂ってるんですよ。正常な神経でいられる人はね相当図太いかね何か支えになるものがあるんですね。私その両方なんだけどね。はい。でね例えばほら学校ちゃんと行ってるのにね子供がね遊ぶ時間もなくて塾にまで行ったりねもう気違い沙汰なんだけどね今それが普通でしょ。だから子供が遊ぶより将来いかにして楽にお金稼がせるかの方が大事なんですよ。子供より。学校出てね40年も50年も働いてね家庭のいざこざね満員電車乗ったり人と比べて苦しんだり格差社会でのストレスでね楽しみって言えばもうつかの間でねやがて病気になっちゃうと。でこういう人生にね意味などないってねクリシュナムルティは言ってるんですけれども、ただしと付け加えてるんですよ。ただしねそれとかねグラウンドとしか彼は言わないんですけれども、グラウンドっていうのはね何か基盤になるものっていうかね、源のようなものですね。私がね神って呼んでるものですけれども、それに会えば全てが解決するって言ってるんですね、人間の苦しみは。そして彼はねその存在は空を超えた先にそれがあるって言ってるんですよ。空の先って言ってるのね。で空とは何でしたっけね。ここに空を書きますね。よいしょ、見えるかな、ちっちゃいスケッチブックに空を書きますね。これ空だとしますね。これ空です。汚い字でごめんね、ちょっと手が届かないもんで。でねこれが空ですね。この中に宇宙のすべてがありますね。宇宙です。そしてねあなたも私も全部います。ここにねこうやって何でもあります。宇宙にあるもの全部この中ありますね。でクリシュナムルティはこの空の先にあるものがあるって言うんですよ。だから空の先だけどこういうところにあったんじゃまずいのね。クリシュナムルティは一つの中にいたから。だからあるとすればこうだよね。この先だからね。この先にあるって言ってんだから。でこれがクリシュナムルティが言ってるグラウンドね。源ですね。源とかいう意味ですね。
うん、そしてねこの中のものはね毎春毎春ね変化してますね。実体がないわけです。で全てがつながってもう一つしかないってことですよ。そしてねこれが色即是空ね。これが分かるのがこのことが分かるのが悟りですね。だから仏教はねこれが分かればこれで終わりなんです。この空が分かればねそれでよしなんですね。で仏教はこれはないんですよ。神はいないんです。これ私の言葉で神ね、勝手に神って言ってんだけど。でねただしですよ仏教ではね禅とかね禅でもね我を滅していくんですね。この我があるとしたらここにこの我がもう皆さん持ってるんですね。こういうところにね。でこれを減らしていくんですね。仏教では八正道っていうのもあるしね八正道ってあれですね修行ですね。どうだっけ八正道っていうのがあるしね。こうだったかなこうかな。それでね我を滅していくんですよ。そしてねさらに禅なんかではねこれ空の先の真空っていうのがあるんですね。言うなれば空と同じですけど空をさらにこう極めたみたいなね真空っていうの考えがありますね。そしてこれはね愛です。この愛です。これは神様愛です。はい、わかりますかね。こういう感じなんですけど見えるかな。そしてねヒンズー教でも空を超えたものあるんですよ。この空を超えたものね。でヒンズー教ではこれアートマンとかねブラフマンっていうんです。ちょっと話が込み入ってきますけど同じこと言ってんですね。アートマンブラフマンヒンズー教ではね。でヒンズー教ではこれ全部一つになることをボンが一如っていうんですね。ボンが一如書けるかな。ボンが一如はいこう言ってんですね。はいだからみんな同じこと言ってんですよ大体ね。そしてね今ね最近流行ってるので非二元とかねノンデュアリティっていうのがありますね。でね非二元ね非二元これ2つないよっていうことですね。っていうのがあるんですよ。でね2つないってことなんですけれどもこれもね空で終わるんですね。これも。で空で終わるんだけれども巷で言われてるね非二元っていうのはね言ってることを要約するとねここでこれ終わると全てが幻想だからねこの一人あなたも幻想私も幻想だからもう何も頑張る必要ないしね苦しみも幻想だし全てただ起こることが起こってるだけだからね因果でそれ確かにそうなんですね。因果でこれ全部因果で動いてるんですからね。でねだからね何もする必要ないし我もねエゴもね幻想だからもう人生に意味なんかないから好きなことして生きりゃいいじゃんみたいなこと言うんですけどこれはねちょっと一歩間違えると危ないんですよ。なぜならこれがないからなんですよ愛が。でね海外のあれに多いんですよこれノンデュアリティってね。でねそれをまた日本人が真似してんのねこれをねこの考えを。でひどいのになるともうがなんかもうどうでもいいってなっちゃうんですよ。そうするともう無事善っていうのになっちゃうのね。無事善無事の無事ね無事善ね字幕出るね。そしてね愛のない教えになっちゃうんですよ。だからこれないからねここだけで強調してるから。でそれは私はちょっと危機だと思ってるんですけどね。で我を消さないからちっとも救われないと。だからちょっとねそういう非二元とかノンデュアリティやってる方はそこちょっとね注意した方がいいと思うんですね。だからね私はクリシュナムルティが言ったように
この空を越えたこの先にあるものね、そのグラウンドに出会わないと悟りも意味ないって思ってるんですよ。で本当にここに行くともう生も死もないんですね。でね、時間もないですね、もちろん。でね、だけどね、大変だからね、これ。だからそこまでいかなくてもね、我に気づいていく。この我に気づいていくってことでね、全てが楽になってね、もう悟らなくても人生が幸せになっていくんですよ。この我ちゃんね、どうしようもないこの我さんをね、これを消していく。そうすると楽になって、あわよくばね、だんだんこっちに近づいてくるの。我がないとどんどんこっちに近づいて、あわよくばここの愛に触れられるっていうことなんですよ。それが私が考えてることなんですね。でね、皆さんにこの愛に触れてほしいと思ってるんですよ。でこの源こそがね、私やあなたやこの私やあなたや宇宙を動かしてるものなんですよ。でね、本当に人間は自由意志なんかないんですよ。これによって動かされてるんです、全部。このパワーでね、このエネルギーで動かされてる、因果で動いてるだけ、なんですけど、この空の中で神様の愛で宇宙全体が運動してるんですよ。だけどね、この我がね、時々邪魔するのね。この愛を邪魔するの。邪魔するから、こっちから邪魔するからね、これが入ってこらなくなっちゃうの、このパワーがね。そうするとなんか犯罪になっちゃったり、なんか変な考えになっちゃったりして苦しむのね。だからね、人生にね、意味がないどころかね、終わりなんですよ。この自我を滅していけば、もう本当にね、宇宙パワーがね、スムーズに入ってきて、神様パワーがスムーズに入ってきて、もう何でも好きなことができるようになるんですね。もう結果なんか考えないで、もう評価なんか気にしないで、もう自由自在に好きなことができるようになるの。でこれあなたと私っていう対立がなくなるから、全部一つだからね、俺お前とかね、あれとかこれとかってなくなるんですよ。でね、その神のね、この愛に触れてね、それに浸りながらね、もう毎日この宇宙全体として、宇宙そのものとして精一杯喜びに満ちてね、生きていこうってことなんですよ。これ言い換えるとね、禅で言うと不落因果っていうんですね。因果の中にいるんだけど因果に落ちないと、字幕出ますからね。でさらさらと流れるように生きていけるってことです。風花のように、楽しげにね舞うように生きられるよっていうことなんですね。だけどね、それを妨げちゃうのがだから自我だから、もう自我って本当どうしようもないものなんですよ。これにね気づかないと本当にね不幸で終わっちゃうんですね。もう因果に落ちちゃうんですよ。だからね、常に何かを求める心ね、私が一番とか私認めてほしいとかね、私のが正しいとかこう言えばああいうっていう心ですね。願いが叶ってほしいとかね、もう十分与えられているのにねなんて私のね好きな藤井風さんが歌ってますけどね、エゴね、自分を守る心、これはね消えませんけれどもね、気づけばね、多くの人が気づけば戦争もなくなるし、もう地球はね正気を戻してね、もう愛の惑星になるんですよ。だからね、そうなってほしいねと思ってるんですけどね。政治が悪いとかね、財務省が悪いとかね最近言ってますけど、それ確かなんだけどね、周りのせいにするのは楽だからね、それでは何も変わらないんですね。一人一人がね内面に気づいていかないとダメなんですよ。だから私も本当にアリさんのようなね力しかないんだけれどもね、これからも微力ながらね何かの参考になればという思いでやっていきますので、はい、だいぶ長くなっちゃったんですけど、みんな神様に会った人がどんな体験したか知りたいですよね。
だから今じゃあここでね、初めにお話しした2人の人が神様に会った体験ね、はい、読みますね。まずね、このバーナデットさんのね方からね読みますよ。この体験はね、ご一家でね、山登りに出かけた時のことらしいんですね。私は一人で森の中を歩き回り、大きな岩の上に登った時、ほんのわずかな時間でしたが、目にも見えず形もない何か不思議な巨大なものが私の周りに現れて過ぎていくのを感じました。それは私に触れたわけではありませんが、過ぎ去った直後に思いがけない喜びが湧き上がり、その瞬間通り過ぎたものが何であったかが分かりました。それは神だったのです。私はとうとう神に出会ったのです。このことは当時もその後も一度も疑いませんでした。この喜びは私の外に流れ出て、岩の上に広がり、真下の川に注いで、岸にあふれ、木を伝わって空に登っていきました。この喜びは間もなく消え、辺りは何事もなかったようでしたが、この事件は生涯忘れられないものになりました。はい、これがバーナデットさんの神様に出会った体験ですね。で、次はこのクリシュナムルティなんですけれども、この人はもう散々体験してるんですけれどもね、これは1961年の7月30日の出来事です。空は曇り、暗い雲が重く立ち込めていた。朝方には雨があり、冷え込んできた。散歩の後立ち話をしていたが、それよりも大地や家並みや黒ずんだ木々の美しさを眺めていた。その時突然、体を粉々にするような近づきがたい強い力がひらめき、体が凍りついて動けなくなり、気を失わないように目を閉じなければならなかった。それは完全にすべてを打ち砕くようなもので、そこにあったあらゆるものが存在していないように思われた。その力の持つ動かしがたさと、それとともに起こった破壊的エネルギーは、視覚と聴覚の限界を壊してしまった。それはその高さも奥行きも伺うことができないほどの言いようのない巨大なものだった。はい、ここまでにします。はい、長い間すいませんね、お疲れ様でした。ねえ、いかがでしたでしょうかね。これが私の神様っているのの答えで、お答えは神様はちゃんといますっていうことでしたね。はい。これからもね、皆さんが楽に楽しく生きられるようなヒントをね、シェアしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではこの辺でまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。